腱鞘炎になって9ヶ月が経ちました。良くなってきたご報告と受けた治療についてお話しします。皆さんこんにちは、みすずです。今日もほっこりおうちご飯を見てくださってありがとうございます。昨年9月からの腱鞘炎ですが、だいぶ良くなってきました。今回は私が受けた治療内容や家でのケアについてお伝えします。ただ、これは私のケースです。今現在同じような症状で悩まれている方は、ぜひ専門家の治療や診察を受けてくださいね。前回の動画と被りますが、私が腱鞘炎になった経緯についてざっくりとご説明します。詳しくは前回動画でもご説明しているので、概要欄にリンクを貼っておきますね。症状が出る1ヶ月前から私が行っていたのはブログの引っ越し作業。3000記事程度の写真の貼り替えやブログのカスタマイズ、記事カテゴリーの修正などを行っていました。主にタッチペンを使用しています。ある時、右手親指のしびれに気づきます。ちょうどこのタッチペンが当たる部分ですね。しびれを無視してしばらく作業を続けていたところ、朝起きたら突然右手がものすごく痛くて動かないという状態になります。かなりの痛みだったのでなんだかこれはやばそうだと思ったのですが、とりあえず1日寝て過ごしたところ、翌日には落ち着きます。ただ、腕の痛みは治ったのですが、右手親指全体が動かないことに気づきます。近所の整形外科に行き、腱鞘炎と診断されました。こちらの病院ではロキソニンと塗り薬をもらっています。先生に言われたのは、たまに指を曲げないと一生曲げられなくなるので、1日1回は曲げてねというお話でした。ここでは治療に何日ほどかかるとか、次回いつ来てねというようなお話がなかったので、私は1週間ぐらいで治るんじゃないかなと気楽に考えていたんです。またこの時の私の症状は指が曲げられるのか伸ばせるのかもちょっとわからない状態。本当にこの全体が全く動かせなかったんです。ただ診察の時に先生にお伝えした時は指が曲げられないと伝えたと思います。そのため先生も1日1回指を曲げ伸ばししてねじゃなくて指を曲げてねとおっしゃったんだと思います。私は先生に言われた通り指を曲げるという作業を一生懸命行いました。曲げる方も伸ばす方もとにかく動かすことが痛かったんですが、無理やり曲げて他の指で押さえるというような感じで過ごしていたんです。そのまま2ヶ月ほど経ったところ、指を曲げることは簡単にできるようになったんですが、どうも伸ばすことができないという状態になります。また、親指の腱鞘のあたりがぽっこりと膨らんで硬くなっているのもとても気になりました。再び2ヶ月前と同じ整形外科に行きますが、順調に回復しているよとのことでとても安心します。特に問題ありませんとは言われましたが、それでも少し不安があったので手外科への紹介状を書いていただきます。この時先生は、そんなにひどい症状じゃないから、わざわざ混んでる大きい病院に行かなくても大丈夫だと思うよ。でも紹介状を書くのは全然大丈夫だからね、とおっしゃって心よく書いてくださいました。ここから今通っている手外科への通院が始まります。紹介状を持って手外科に行くと、指を曲げた状態で固定されてしまっているので、このままだと指が伸ばせなくなると言われます。最初の診察では湿布と塗り薬をもらい、1ヶ月ほど様子を見るという感じで帰宅します。この時先生から言われたことは、お風呂の中などで温めて指をふやかして伸びやすい状態にして、左手でぐーっと力を入れて指を無理やり伸ばしてみてということです。無理やり伸ばすとものすごく痛いんですけれども、ちょっとこの痛みを我慢しながら伸ばすようにと言われます。今現在同じように指が伸ばせないという症状で困ってらっしゃる方、自己判断で無理やり伸ばすのではなく、専門家の診察などを受けてくださいね。私の場合は無理やり伸ばすようにと先生に言われました。次の診察の予約は1ヶ月後だったので、私は1ヶ月間この伸ばすという作業を頑張りました。腱鞘炎の治療には湿布と塗り薬以外にも手術や注射というものがあります。伺った手外科はホームページに書かれた内容によると、注射は最終手段で、まずはリハビリ等で治していくというような方針のようです。また、腱鞘炎の注射はめちゃくちゃ痛いという噂なんです。いろいろな方のブログや YouTube など拝見しましたが、皆様そのように書かれていたんです。なので私はなるべく注射は打ちたくないので、この1ヶ月間お風呂の中で指を伸ばすという作業を頑張りました。診察の時にも先生に指を伸ばしてもらいましたが、この時はもう本当に痛かったんです。全身の毛穴からブワーッと汗が出て、体温がガッと上がるようなぐらい、しかも結構長い時間なんですよね。ぐいーっといつまでも伸ばしているので、めちゃくちゃ痛かったのですが、同じぐらいの力を込めて家でも伸ばしてみてと言われていたんです。
ですが自分でそこまでの痛みをかけることがなかなかできず、この1ヶ月間伸ばすという作業は進まなかったんです。結局注射は次の診察で打つことになります。1ヶ月伸ばしてみましたが、全く症状が変わらなかったんですね。手外科での診察では毎回先生が手の分度器を使用して指の曲がる角度や伸ばせる角度、反る角度などを計測してくださいます。で、1ヶ月前と角度が全く変わってなかったんです。そういえば最初に伺った整形外科ではこういった角度などは全く測っていませんでした。また先生が私の指に触れることもほとんどなかったので、何をもって回復してるっておっしゃってたんだろうってことをこの時やっとちょっと疑問には思うんですけれども、でももしかすると見るだけでわかることもあるかもしれませんし、詳しいことは私にはわかりませんが、とりあえずこの手外科では角度を測ってくださるので、私自身が数字を見て良くなってるとか全く変わってないってことがわかるので、とても安心できました。ちなみにめちゃくちゃ痛いという注射ですが、私はそれほどでもなかったんです。というか先生に指を伸ばされる作業の方がめちゃくちゃ痛いんですよね。本当にとっても痛いですし、それが結構長い時間なので早く終わってくれと耐えていたんです。なので注射を打つ前はこれよりも痛いものを想像していたので、打ってみたら意外と普通の注射と同じような感じだったので、とてもほっとしました。そんなわけで注射を打って、ここからは1ヶ月に1回の診察と1週間に1回のリハビリに通い始めます。これが12月のことです。この時の私の症状は指の曲げ伸ばしはもちろんできませんが、手をこう開いた状態で力を入れることができなかったです。洗濯バサミを止めるとか、包丁を持つとか、自転車のハンドルを持つとかですね。洗い物も右手は全く使用できなかったので、左手だけで洗うような感じになってました。丸いものが洗いにくかったので、コップや鍋よりも、例えば魚焼きグリルのような平たいものを使用していました。リハビリは完全予約制でほぼ待ち時間がなく、理学療法士さんや作業療法士さんも何名かいらっしゃいますが、担当者が決まっているので、毎回同じ方に見ていただけるので、ストレスなく通えていました。手外科の先生の診察は主に腱鞘炎の治療。リハビリでは動かさなくて固まってしまった指が動くようになるようにするのが目的です。リハビリで毎回行うことは、まずお湯マッサージ。ブクブクジャグジーの出る40度程度のお湯の中に10分間浸し、指を思いっきり曲げたり伸ばしたりします。この時のポイントは、動かせる範囲で動かすのではなく、可動域を広げるようなイメージ。限界を突破するようなイメージで曲げて伸ばしてというのが大事だそうです。この後はハンドマッサージ。スポンジを当てて力を分散させながら指の腹側やこの裏側、そしてこの辺り、また指の曲げ伸ばしをするときに動くこの辺りですね。ここをマッサージしてくださいます。これが最初の3ヶ月程度は本当に気持ちよくって、つまりそれだけ指が動かせていなかったということだと思うんですけれども、眠れるほどの気持ちよさの中マッサージを受けていました。次に超音波。指の腹側と裏側、同じように超音波で細かな振動を当てて指をほぐしていきます。最後に運動。つまんだり、掴んだり、握ったり、押しつぶしたりというようなことを行いました。その他、このような運動を行いました。じっくりご覧になりたい方は画面を止めてご確認ください。初めの2ヶ月間動かしていなかっただけで指の筋力がものすごく落ちていたんです。なのでこの筋力を取り戻すための運動を行いました。またリハビリでは定期的に握力やピンチ力などの検査をして数値で良くなっているかどうかを確認していきました。リハビリは週1回なので家でも同じことを行っています。保温ができる足湯で10分間。こちらは折りたたみができてとても重宝しています。その後マッサージ。病院で使っているスポンジをいただいてきたので、家でも同じようにマッサージをしています。なかなか片手では自分ではうまくできないんですけれども、手をなんとなくこれでほぐしています。それと電動歯ブラシですね。歯ブラシの先っぽを取った状態でスイッチを入れると細かな振動があるので、これによって指をマッサージしています。これは病院でもたまに使っていたので、真似をして私もやってみてます。また筋トレはボールをギュッと握って潰したり、ゴルフボールをコロコロ動かしたり、あとゴムに指をはめて右手と左手で引っ張り合うことでちょっと曲げる力を鍛えているような感じです。リハビリではこういった装具も作っていただきました。
こちらは寝る時につける装具。何もしないと手は自然と丸まってしまうそうです。私の場合は指が伸ばせなかったので、伸ばした状態で固定するような装具を作っていただきました。このようにはめて寝ています。こちらはお湯につけるとふにゃふにゃに柔らかくなる素材なので、お湯につけて手の形に沿うように毎回調整していただいてます。こちらはマレットという指を伸ばす装具。先ほどのリハビリで作っていただいた装具よりも指がしっかり伸びます。ただ、伸びすぎて外した時に曲げるのがめちゃめちゃ痛くなるので、これはたまに1日5分とか10分とか時間を決めてはめるような感じにしています。また、飛び出た金具が寝ている時に顔を引っかきそうなのが怖かったので、私は寝る時はこれは使わずに先ほどの装具を使用しています。ただ、診察の先生の話では別にこれを一日中つけていてもいいという話でした。指を曲げるゴム。これはリハビリで作っていただきました。先ほどの装具を使用すると、今度は指を曲げるのがとても痛くなるので、装具をはめて伸ばした後は、今度は指を曲げた状態で固定します。5分ほど置いて曲げる方と伸ばす方と両方やっています。こちらも指を伸ばす装具です。これもリハビリで作っていただきました。先ほどのマレットよりも柔らかな伸びなので、こちらの方がちょっと私的には使いやすくて気に入ってます。あとは磁石テープ。テープ自体に粘着力はなく、テープ同士がくっつくものなので、肩への負担がなく巻くことができています。もうだいぶ収まったのですが、最初の頃は指のむくみが激しかったんです。親指だけちょっとぷっくりとなって赤くなっていたような状態です。なので、このむくみを取るために磁石テープを上から下にくるくると少しきつめに巻いて、むくみを取っていました。腱鞘を補佐するようなベルト。この辺りを固定すると、細かな作業がしやすくなるんです。曲げたり伸ばしたりするときに腱鞘が膨らむのをこのテープが防いでくれているので、それによって動かしやすくなるとのお話でした。ペンで字を書いたりとか、ハサミを使ったりするときにこの部分が固定されているとすごくやりやすいです。以上のような治療を家と病院で行うことで、本当に少しずつですが良くなってきました。今はまっすぐとまではいかないですが、だいぶ伸びるようになっています。そういえば爪の伸び方にも違いがあって、初めの頃は親指の爪だけ伸びなかったんです。治療が進んで指が伸びるようになってむくみがだいぶ取れてきたら、他の指と同じように親指の爪も伸びるようになってきました。初めの頃一番苦手だった作業が手を開いて掴むようなもの。先ほども申し上げましたが、包丁とか自転車のハンドルとかですね。特に洗い物は自分一人でできないとなかなか不便もあったので、できるようになって本当に良かったです。意外と苦手な作業は細かいものを掴むこと。なので塩一つまみとか針仕事とかが今でもちょっと苦手です。こういった苦手なこともスムーズにできるようになるように、これからも家でも治療を頑張ります。リハビリは完全予約制なので、ほぼ待ち時間はないのですが、それでもたまに早く来たりとか前の方が押したりなどで待つこともあります。そんな時、隣に座っている患者さんと理学療法士さんなどのお話が聞こえてくることも結構あるんですね。で、大抵話されていることは、先生に最初の1ヶ月が大事って言われました。そうですね。最初の1ヶ月間の過ごし方がとても大切なので、これからリハビリ頑張りましょうね。というようなお話。それが聞こえてくるたびに、私は最初の2ヶ月間を指を曲げて過ごしてしまったという後悔だとか、あとは私今3ヶ月目、4ヶ月目、5ヶ月目なんですけど、まだ大丈夫ですかねというような不安などがありました。ですが良くなってきて本当に良かったです。一番最初に整形外科に行った時に、もう少し詳しく家での過ごし方を聞いておけばよかったというような後悔もあります。また、一回病院に行っただけで満足せずに他の病院に行ってみるということも大切でした。また、最初のうち曲げるだけで過ごしていたので、伸ばす作業もしていればよかったなぁと今となっては思うのですが、腱鞘炎の一番の治療はやはり動かさないことのようです。リハビリで伺ってみたのですが、その方の症状によって曲げたり伸ばしたりの方法なども異なるので、安易に自分で動かさない方がいいとのお話でした。なので、やはり今同じような症状で悩まれている方は、専門家の治療を受けてくださいね。こんな感じで現在に至ります。皆様も指の使いすぎにはお気をつけくださいね。また、何かおかしいなっていう症状が出た時は、すぐに作業を中断して、他のことをするとか、ちょっと外に散歩に行って気分転換するとかして、同じ作業が続かないようにお気をつけください。
この動画がどなたかの参考になりましたら幸いです。では、最後まで見てくださりありがとうございました。この後も素敵な一日をお過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。みつつでした。